どうもババアです。ハク様です。今日は湿度が高くてムシムシ。もやもやがすごいな。グラタンとかけまして何どうしたの？新婚夫婦と解きます。これ乗ってあげないとダメなのかな。その心はどちらもすぐ冷めるでしょう。意外とうまくて草。ネットで拾いました。パクリかよ。一瞬で謎かけが思い浮かぶ頭が欲しい。ねずっちかな。何年練習すればねずっちみたいになれるかな。なりたいの？諦めて違う努力しな。どんどん成長する八作。全体像が見えてきたけど昨年ほどの豊作ではないかな。今年はジャム作りに追われなくて良さそうだね。もふもふに水滴。狐の尻尾みたいで可愛い。今日は変なグラタン作ります。だから冒頭の謎かけ？先週入れた生グミが消滅してる。パラレンパラレン。やだ、揚げパンの妖精。指クイズギチアクシラ。クサイワイニ。今日もご機嫌チョロコさんですね。ニコリズムデイオニカアパイダワ。ヨシヒコとチョロコさんは毎日喧嘩してるけど、ご飯も並んで食べるし鼻中もするし、仲がいいんだか悪いんだかって感じです。ヨシヒコがカマワレタルソハラガタツノエナ。完全にジェラシーですね。ムゼシ。コソコソナニハナシタナン。ヨシヒコが可愛いって噂してたんですよ。ソラオトシガロノレディヤカラナ。そうだった、ピチピチレディーだった。レディー。ワウメタババサンジカントマディルヤン。ゴッツイミリオクシャヤダイ。なぜか女の子だって忘れちゃうんですよね。ナマリノセイヤ。さてクレープの生地混ぜよ。あれグラタンじゃないの？ただのグラタンじゃなく変なグラタンです。ババアめんどくさいモード突入。クレープとグラタンを合体させるのですよ。普通のグラタンでよくない？このパンはババアのほぼ米ぬかパンです。さてお掃除お掃除。アシスタントの声無視？逃げ惑うヨシヒコに比べてチョロコさんとポンさんのこの落ち着きっぷり。すごい迷惑そうな顔してるけどね。ヨシヒコのおもちゃを変換しましょう。ウッキウキで草。微動だにしない大人猫たち。今日も開店前にお店に並ぼう。早朝卵ゲットのルーティーン。今日は品切れたくさん買わないと。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、ハク様かっこいいなどいっぱい書いてね。焼いてるとこ恐縮ですが生地の説明しますね。説明遅いな。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 200%。200%？ クレープ生地の水分量はこんなもんです。この生地は前日の夜に仕込んでおきました。なんで前日なの？その前にちょっといいかな。何1枚目のクレープ初めて成功した。何言ってんの？クレープの1枚目って絶対失敗するんですよ。ババはちょっと感動してます。で、なんで前日に仕込んだの？もうちょっと感動の余韻に浸りたいんだけど。なんで前日かというと生地が落ち着いて滑らかになるし焼き上がった生地も破れないんですよね。そんなメリットがあるんだ。そんじゃグラタン作っていくよ。やっとだよ。まずは思い存分野菜を洗って野菜の泥を落とします。その説明いるかな？今日はねグラタンといってもオーブンは使わないんですよね。じゃあどうやってグラタン作るの？まず火の通りにくいじゃがいもと人参はレンチンします。文明の力はありがたいね。
アイラップに投げ入れて電子レンジに突っ込んじゃいましょう。相変わらず雑だな。ここ変わり場ではね、ガスを契約してないからカセットガスの缶を使ってるんだけど、一時期よりはちょっと安くなったけど、なかなか値段が戻ってこないんだよね。電気ガスは軒並み値上がりしてるよね。だからなるべくカセットガスを使わないように、火が通りにくそうな野菜はレンチンにお願いしちゃいましょう。早く安定してくるといいね。このピーマンは後入れ映え用です。映え担当もいるんだ。そして本日も千切り野菜ストック。また大量に作ってるね。これをね、作って野菜室に入れておいたら旦那が勝手に食べてくれてるんで、ババアも楽をできて一石二鳥です。最近はドレッシングに目覚めて自分でいろいろ作ってるよね。らっきょう酢をブレンドすると美味しいらしいよ。ドレッシング開発なかなかコアなとこまで行っちゃってるね。そうしたらグラタンのソースを作っていきましょう。玉ねぎとベーコンをバターで炒めて合法パウダー。本日も合法パウダー絶好調。ちょっとだけ水を入れて野菜とベーコンを煮込みながらレンチンした人参とじゃがいもを入れて、ホワイト成分は豆乳を使います。なんだよホワイト成分って。牛乳の代わりに豆乳を使いますってことだね。豆乳は常に冷蔵庫の中にあるもんね。そしてとろみには片栗粉を使います。片栗粉の方が糖質高いんじゃなかったっけ？同じグラム数で比較したら片栗粉の方が高いけど、片栗粉は少量でとろみがつくから、結果的には小麦粉よりも片栗粉の方が糖質を抑えられることに気づいたんだよね。なるほどね。さすが低糖質ババア。さて、それではこのクレープをパスタのようにカットしていきます。切っちゃうの？今回のグラタンはクレープ生地を麺のようにカットして、グラタン用のホワイトソースと絡めてチーズを上から乗せてガストーチで炎を噴射してやるという謎にパワフルなグラタンです。普通にパスタの麺作ればいいじゃん。それだといつもやってることと変わらないしね。たまにはちょっと変わったこともしてみたいかなと思って。なんでそう毎回冒険しようとするかな。おまけにクレープでスイーツもできるからね。今日のデザートはクレープなんだね。さて、クレープ麺の完成。初めて聞いたわ、クレープ麺。そしたらこのクレープ麺とグラタンのソースを絡めていきます。でもなんか美味しそうだな。お箸で容器に移してたけどやってらんねえな。ドロッといったろ。安心した。いつものババアだ。いい感じに麺とソースが絡んでますね。ぱっと見フィットチーネっぽい。余るかなと思ったけどちょうどよかった。このガラス容器意外とたくさん入るよね。そしてスイーツも作っとこうかな。ババア生クリーム常に常備してるよね。変わり場では欠かせないアイテムです。ババアは今クレープの皮を使ってクレープを作るという至極真っ当なことをしております。毎回アレンジが過ぎるんだよね。コーヒーゼリー以外のスイーツもたまにはいいね。でもコーヒーゼリーは血糖値コントロール用じゃなかったっけ？コーヒーゼリーは3時のおやつにします。おやつも食うんかい。ココアを振って映え散らかしておきましょ普通に美味しそう。う。さて、それではグラタンファイヤーと参りましょう。また変なパワーワード出てきた。着火。今回はオーブンを使わずにガストーチを使ってチーズを溶かしていきます。これ意図的にチーテロやってんな。メルティーなチーズをじっくりと見るがいい。うざいわ。センターに水菜をトッピングして出来上がり。サラダもちゃちゃっと作っとこうかな。人参多くね。なんかバランス間違えたね。ということで完成しましたクレープグラタンと普通のクレープ。ババアにしては見た目いい感じじゃん。おい、また米があるよ。それではいただきましょう。果たしてこれをグラタンと呼んでいいのかな。ババアがグラタンと言ったらこれはもうグラタンなんです。ジャイアン理論。いつもランチは米やパンがなくても炭水化物が摂取できるようにババアは作ってるんですけどね。
何ですかね、この左上の日のある弁当みたいなやつ。炭水化物とは認められてないみたいだね。さてクレープグラタンいただいてみましょう。片栗粉のとろみって結構しっかりつくんだね。片栗粉は正味大さじ1から2を入れてないかな。それぐらいしか入れてないけど、このとろみってことはね、やっぱり小麦粉でとろみをつけるよりもかなり糖質をカットできるんじゃないかな。目分量でざっくり入れてたもんね。まあね、少なければ足せばいいし、多ければ薄めればいいんです。なんか心理ついたみたいな感じで言ってるけど、ちゃんと測りなよ。今回のこのクレープグラタン、味付けは合法パウダーだけだったんですけどね、なんだろうな、とんでもなく美味しくできた。多めのバターで炒めたのも良かったのかもね。ババアはね、アレルギーで玉ねぎをあんまり使わないんだけど、玉ねぎとバターの相性がすこぶる良かったような気がする。これはしょっちゅう玉ねぎ使わないとね。そうね、ゴーグルでも買うか。玉ねぎのために？目玉取り出して裏側を洗うかゴーグルを買うかの2択だね。今すぐゴーグル買いだ。そして久しぶりに食べるベタなクレープ。ベタって言うな。やっぱクレープって美味しいね。簡単なんだからもうちょっと頻繁に作ろうかな。生地の水分も多いし低糖質スイーツだよね。美味しかったです。さよなら。バイバイ。なんちゃって。最近このパターン多いよ。食後にババア専用茶バッタ焼きました。このうちの半分は朝ごはん用で旦那も食べます。強制的米ぬかハーフパンで草。こんな感じでカメラが回ってない時でもババアは常にパンを焼いております。変わり場に滞在中どんだけパン焼くんだって感じだよね。また小麦粉25キロ買わないとな。買う量がもう業者じゃん。今日もいい感じに焼けました。明日もまた焼かなきゃね。それじゃあ本当にさようなら。バイバイ。